こんにちは、青木バイクチャンネルです。今日はですね、ヘルメットで失敗した話をしたいなと思います。で、ヘルメットで失敗って言っても思いつくのって多分一つしかなくて、サイズなんですよね。以前投稿した動画でグラムスターをね2つ買ったっていう話をしたんですけど、その話ですね。私グラムスターが初めてのフルフェイスなんですけど、そのねフルフェイスを買った時にサイズをミスってしまって、もう1個ね買う羽目になるということがあったんですね。で、最初買ったのも通販とかじゃなくてちゃんとね店舗でフィッティングサービス受けて買ったんですよ。でにもかかわらずサイズをミスるという、バカじゃないの。なんでミスったかっていうのをお話ししていきたいなと思います。で、このチャンネル見てる方、ベテランの方もいらっしゃると思うんですけど、割とね初心者の方が多いのかなと思っていて、年齢層を見ると。なので、これからねバイク乗ろうと考えている人やフルフェイス買おうかなって思ってる人の参考になればいいなと思うので、ぜひ最後までご覧ください。教習ではジェットヘルメットかぶってて、グラムスターがね見た目すごいかっこいいなと思ったので、お店の方にね在庫確認して買いに行ったんですよ。隣の県だったんですけど、片道1時間ぐらいですかね、車で。フィッティングサービスされますかって言われたので、じゃあお願いしますって言って、でもフィッティングやってくれるんだったら別に特に下準備いらねえだろうと思って、何もね下調べせずに行ったんですよね。それがねちょっとね間違いだったかなと思ったんだけど、でお店着いて、じゃあフィッティングっていうのね頭測ってもらうじゃないですか。取り置きしてたのが M サイズだったんですよね。でフィッティングで頭、3箇所かな、縦と横と、あと周囲遠いか、周り測ってもらって、でパソコンに入れて、このモデルだったらこのサイズで中のパッドこうやって調整してみたいなのが出るんですよね。ショーへのフィッティングサービスってそうなってるみたいなんですけど、でそれでね出てきたサイズがね XL だったんですよ。で XL でこことここのパッドをちょっと薄めのにしてっていうのが、診断結果だったんですよね。それ中のパッド調整した XL をねかぶらせてもらったんですよね。だからねちょうどいいかなって感じでね、初めてフルフェイスかぶるので当たり具合っていうのかな、そのフィット感ってねよく分かんなかったんですけど、全体的にふわっと包み込まれるような感じはしてたので、特にね緩すぎずきつすぎずっていう感じだったので、こんなもんなんだろうなと思ってたんですよね。で取り置きしてもらってた M と L もそれぞれかぶらせてもらったんですよ。で M はでもギチギチでしたね、どっちかというとね。ほっぺたつり上がるしみたいな感じで、でもこれ長時間かぶってらんないなと思って、それはもう M はダメで、次 L をかぶったら当然 XL よりはきついんですけど、タイトめフィットみたいな感じで、ねそれはねいいのか悪いのかよく分かんなかったんですよね。でXL か L かなみたいな感じだったんだけど、あんまりきついの良くないみたいなのは知ってたので、じゃあ XL なのかなと。であとねその時ねちょっとね午後から用事があったので、あんまり悩んでる暇がなかったんですよね。っていうのもあって、ほぼ即決みたいな感じで調整してもらって XL でもうそれにしますっつって決めて、多分ねお店行って15分くらいで決めたのかな。で家帰って仕事して、で夜になってもう一回ねかぶってみるじゃないですか。せっかく買ったんだしっていうんで、かぶったらね緩いんですよね。で緩いっつっても頭が緩いんじゃなくて、このほっぺたの部分指がね1本スッと入るんですよ。チークパッド当たってるんだけど指1本入るぐらい余裕があるというのかな。ただね頭横に振ってもヘルメットずれるとかそういうレベルではないので、全然かぶれるかなと思ってて、チークパッドもね厚いのに変えればいいかなと思ってたんですよ。でそうだ、かぶったとこ鏡で見てないなと思って、かぶったまんま鏡の前で見てみたら頭がね異様にでかいんですよね。これ違くねえと思って、俺の知ってるグラムスターじゃないぞみたいになったんですよ。知らんがな。グラムスターってね割と見た目に振ってるヘルメットじゃないですか。でカタログに乗ってるおじさんとかもね結構頭小ぶりでねすごいスタイリッシュにかぶってるじゃないですか。鏡の前に映る自分とは全然違いすぎて、かなりねショック受けたんですよ。それで
でなんかおかしいぞっつって、でもねそっからこれもしかして L の方がいいんじゃねえって思ったんですよね。で膨体のサイズって S と M が同じで L がまたちょっと1つサイズ上がって、で XL と XXL がまたその1つ上っていう、3種類になってるんですよ。でM はかぶれないにしても L だったらね膨体ももうちょっとちっちゃくなるし、フィット感もね普通に、大丈夫だったら L の方がいいよなって思ったんですよ。でもそうなったらねもやもやしてしょうがなくて、で幸いなことに次の日ちょうどお休みの日だったので朝一でまた同じ店に行って、店員さんすごいびっくりしてて、フィッティングサービスまでしてね選んだのになんかサイズ合わねえみたいになったので、Lかぶらせてもらって、そしたらねやっぱり全体的なフィット感でいうと L の方がいいなって思ったんですよ。内装下手ってきても L だったらこれ大丈夫だろうなっていう感じだったので、2日連続で同じヘルメットを買うという大変バカなことをしたんですけど、結果的にはいい買い物にというか、いい勉強にはなりましたよね。で、L は内装をねやっぱり2箇所ぐらいパッと変えなきゃいけないっていうので、もうその時はね時間あったので徹底的にこうやってもらったんですよ。でパッと戻したり変えたり違うのにしたりっていうので試して、で結局ね素の状態のやつが一番良くて、なので何もいじらない状態で買いましたね。でちゃんと鏡でその被った様子も見て、その L と XL の膨体比べたんですけど、やっぱりね一回り違って、で被った感じもねやっぱ全然印象は違います。なのでこれからフルフェイス買おうと思ってる人にぜひアドバイスしたい点が3つあって、1つ目が時間に余裕を持っていきましょうっていうところですね。でフィッティング、サービス受ける受けないにしても結構ねこうかぶり比べたりして時間かかるんですよ。で後に予定入ってたりするとね結構ね焦ってねちゃんと判断できなかったりするので、ヘルメット買う時に限って話じゃないですけど、高い買い物だしねじっくり選ぶのであればちゃんと時間かけて時間ある時に行った方がいいですね。で2つ目がいろいろねかぶり比べた方がいいです。目当てのねものがあっても、サイズ違いは当然のこととして同じメーカーの種類違いとかいろいろかぶってみて、でねここが当たってるとかここが緩いとかそういうのってね最初ね分かんないと思うんですよね。サイズ違いとモデル違いかぶってみるとなんかこう自分にこのヘルメット合ってる合ってないっていうのがなんか分かると思います。横が当たってるとかね前が当たってるっていう感覚が分かりやすいかなと思うので、その上で自分に合ってるサイズを選ぶのがいいんじゃないかなと思いました。で3つ目は省エネのヘルメットに限ったことかもしれないけどフィッティングサービスですね。これねフィッティングサービスはね必ずしも必要じゃないと思います。測るところってねたかが知れてるんですよ。縦と横とあと周囲でしょ。3箇所測っただけでぴったりこう合うかっていうとねそうではないと思うんですよね。少なくともね私の場合はね合わなかったんですよ、その診断結果と。でお店の人に聞いたんですけど結局ね最終判断ってお客様ご自身ですみたいに言われるので、そこにねお金払ってやってもらう必要ってねないんじゃないかなって思うんですよね。少なくとも私が行ったところは店員さんはその測って診断結果出てその通りにやるってそれだけだったんですよ。その当たり具合を見たりとかこの辺どうですかみたいにこう聞いてくれるわけではないので、なんかねそこにお金払う必要ってあるのって思いました正直ね。欲しいヘルメットがあってここのとこだけ調整したいっていうんであればやった方がいいとは思いますけど、測ってパソコンで結果出してではいこうですっていうだけであれば僕はねその何千円か払う価値はねないんじゃないかなと思いますね。ちょっとね他のメーカーは分かんないのでごめんなさい。金額に見合ったサービスを受けるっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。であとは、4つ目になっちゃうけど、グラムスターに限ってかな、見た目気にするんであればかぶって鏡見た方がいいですね。グラムスターでこう割と見た目重視なところあるのでかぶった様子を鏡でしっかり見るっていうのは大事だなと思いましたね。見た目を気にするんであれば当たり前だけどねかぶったところを鏡で見るっていうのはやった方がいいですね。はい、というわけで視聴者さんでも
なんかヘルメットの失敗談みたいなのあればね、コメントで書いていただけると、ヘルメット選びで悩んでる方の参考になると思うので、書き込みコメントをお願いしたいなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。